Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消えがして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house my listen 見つけたよ心が Yes like my home my home Inter FM 897 Yuta at home みんなおかえり。インターフェム897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。皆さんお久しぶりです。もう1週間が経ちましたね。もう最近このラジオの時間がすごい待ち遠しくなってます僕。皆さんどうですか？みんなもそうでしょ？もう1月も中盤ですか？もう2週目ですよ皆さん。2021年のスタートはいい感じに、切れましたでしょうか？僕もですね2021年はあまりこう力を入れすぎずにいい感じにこの力を抜きながら、入れるとこは入れる、抜くとこは抜くっていうのを意識しながら、頑張っていこうかなと思います。じゃあ今日も早速なんですけど楽しい時間をみんなで一緒に作っていきましょう。そしてですね最近の僕は、NCT の新メンバーですね。僕と同じ日本人なんですけど翔太郎、翔太郎とですねすごいたくさんゲームをしています。そう翔太郎とねゲームをいっぱいやってるんだけど翔太郎の一個いい部分を見つけてしまいました。翔太郎めちゃくちゃ負けず嫌いです実は。この前のラジオいつだったかな、ゲームスマッシュブラザーズをねすごいやってるっていう話をしたと思うんだけど、そのスマッシュブラザーズを翔太郎と一緒に最近ね結構してるわけよ。でそのスマッシュブラザーズを俺がめちゃくちゃ前からやってるからやっぱうまいわけよ。で翔太郎とこの前一緒にやったんだけど、翔太郎が負けるわけで、ゆうたさん俺このゲーム勝つまで帰れませんってめちゃくちゃ可愛い声で言われて、翔太郎やっぱ負けず嫌いなんだ、可愛いなって思いながら、朝何時だったかな、朝5時ぐらいまで俺に勝つまで最後までやってましたね。すごいよねやっぱり翔太郎はやっぱ負けず嫌いなんだって思いながらやってましたねあとですねビヨンドライブそして SM タウン無事に終わりました。皆さんありがとうございます。ビヨンドライブはですね結構経つんですけどやっぱり23人で改めて、ライブをこうやってやるのは初めてだったんで、オンラインなんですけどテオンはね今回、腰の、ヘルニアで、参加することはできなかったんですけど22人でその23人の、テオンの分までね頑張って、できたかなと思います。あとファンのみんなもすごい良かったよっていう声をたくさんくれたので僕たちもやってよかったなって思いました。あと翔太郎と孫ちゃんは、初めてのコンサートだったんですけど、急な変更にもかかわらず、落ち着いて対処してくれてすごいなと改めて思いました。SM タウンはですねオンラインでするのも初めてだし先輩たちと普段だったらこう楽屋挨拶だったりステージ上で会うことが多いんだけど今回は一回も会うこともなくて、すごく不思議な感覚だったんですけどこの SM タウンは、みんななんでこの時期にって思った方もたくさんいると思うんですけど去年は、コロナですごい大変な時期だったじゃないですか皆さん。なので、僕たちの音楽を通して、交流してその少しでも皆さんとこう音楽を通して分かち合いたいなという意味を込めて、SM タウンやらせていただきました。この SM タウンもすごく良かったよという声をいただいてやってよかったなって思いました。はいということでですね僕に、これからもどんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897
yuta897@interfm.jp yuta897@interfm.jp です。音楽の方はですね NCT17 の曲、その他皆さんにね僕が今届けたい曲をたくさん紹介していこうと思います。では早速なんですけど1曲目いこうと思います。1曲目ですね NCT127 のデビュー曲、Fire Truck という曲を皆さんにお届けしようと思うんですけど、やっぱり1月ねこう2021年になってなんでこの曲を1曲目に紹介しようかなと思ったかというとですね、年明けてやっぱりもう一回初めてのデビューした時の当初の気持ちを思い出そうという意味を込めてFire Truckにさせてもらいました。はい、デビュー当時は僕も焼きそばヘアだったです懐かしいですね。じゃあ早速なんですけどいきたいと思います。 NCT127 で Fire Truck Yuta at Home。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Fire Truck でした。まずは先月出題した2回目のユータクイズの答えを発表したいと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画なんですけど、2回目の出題は僕ユータはすごいところに神経質です。今日あれだね、滑舌がちょっと悪いね、ごめんねはい、僕ユータはすごいところに神経質ですお風呂場に何かがあるとお風呂に入ることができません。一体それは何でしょうかという、問題だったんですけど、これ意外と多分難しかったと思うんだよね。難しかったと思うんだけどみんな曖昧ではあるけど結構当たってる人いました。でやっぱり一番多かったのは髪の毛でしたね。髪の毛、正解じゃあ発表しようと思います。正解はですね黒いカビでした黒いカビ、これはですね分かる人分かると思うんだけどな、タイルのお風呂場分かる？タイルのお風呂場があるじゃん。でタイルのお風呂場ってこのタイルをこう接続してる部分が白いんだよね。でその白い部分がなんか黒くなっていくの、だんだん分かるでしょみんな。で黒くなっていって、で俺んち結構古いお家だったんだよね。今はリフォームしてすごい綺麗になったんだけど、俺が幼少期の頃って年季の入った家でその黒いカビがもうめちゃくちゃあったわけで、風呂入んの嫌だなって毎日思いながら、でも風呂入らないといけないじゃん。だからもう当時サッカーしてたから、そのソックスって言って靴下が長かったわけだから、その靴下を使ってその床にバッて引き詰めて、そのカビを踏まないようにつま先で立ちながらシャワーしてました。はい、これどうですか皆さん、わかる人いるかな。でもさっきねマネージャーさんにじゃあヒノキ風呂はって言われたんだけど、ヒノキ風呂はめちゃくちゃ大好きです。って言われましたけどね。そうなんかね、その黒いカビがめちゃくちゃ嫌なの。未だに黒いカビどっかでこう見るじゃん。じゃあめちゃくちゃちょっと鳥肌立つもん。そのぐらい黒いカビが苦手なユータでした。見事に正解された方から、一部なんですけど名前を発表させていただこうと思います。明石さん、いずこさん、このかさん、ゆうさん、なすこさん、ゆゆさん、 SN さん、レイさん、ゆ127さん、トムさん、いちほさん、ラビュッタさん、えださん、ゆてジェマリさん、プさん、のすけさん、さっこさん、みそさん、ことら127さん、ポミワッソヨさん。はい、他にも当選者すごいたくさんいたんですけど全部発表できなくてすいません。これからもどんどん、ユータクイズ出題していこうと思うので、これからもどんどん、答えていってほしいなと思います。それではここでユータクイズ3問目に行きたいと思います。ユータクイズ3問目はね、どうしようかな。じゃあこれにします。いきますよ。
僕ゆうたは小さい時ね、幼少期、自分がすっごい特別な存在だと思い込んでいました。絶対死なないと思ってたし、で何歳ぐらいかな、5歳ぐらいからヒーローになろうと、俺はヒーローになれると思い込んでたから、ヒーローになるためには特別な訓練をしないといけないなと思ってて、で毎晩自主練をしていました、ヒーローになるために。でその自主練は何をしていたでしょうかというクイズでございます。これね、男の子だったらわかるんじゃないかなと思います。女の子だったらこれは多分ね体験したことないと思うんだけど、男の子だったらこうするだろうなっていうのを想像しながら答えてほしいなと思います。分かったという方は答えをメールとツイッターに書いてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。特にプレゼントはありませんが、僕が何名かお名前を紹介させていただきます。正解は2週後1月22日の放送で発表します。そして、ツイッターで答えていただいたクリスマスプレゼントとお年玉、より嬉しいのはの質問もたくさんの答えありがとうございました。ちょっと紹介していこうと思います。しずるさんは、お年玉は貯金のため、親預かりだったからクリスマスプレゼントの方が好きなものがもらえて嬉しかったなと答えていただきました。一方マリッペさんは、現金が欲しいので迷わずお年玉です、わらといただきました。結構答え割れるよねこれね。クリスマスプレゼントかお年玉かってことでもね、俺の場合は迷わずお年玉ですね迷わずお年玉だな俺も。クリスマスプレゼントもすごい魅力あると思うんだけど、例えば友達とかと交換するときたまにあるじゃん。でその中身がわからないこのワクワク感、中身開けるまでのこのワクワク感はすごい好きだけど、やっぱりお年玉だねすいません、僕お年玉でした。ということでですね、また皆さんにいろいろ質問をね、こういう感じで投げかけていこうと思うので、これからも皆さんどしどし答えてください。ということで、ここで僕ら NCT127 のナンバーをお届けしようと思います。2曲続けてお届けしようと思うんですけど、 NCT127 の Once Again とリプレイです。 Yuta at Home。 さて、来週1月11日月曜日は成人の日ですよね。新成人の皆様おめでとうございます。パチ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 、すごい、20歳おめでとうございます。20歳になったみんなに一つアドバイスをするとするならば、時間ってすごい経つの早いですから、その時間っていうのをすごい、有意義に使ってほしいなと思います。俺もその2分の1成人式ってしたらみんな覚えてる？10歳の時に学校でしたと思うんだけど、その時もね、10歳だったからなんでこんなことするんだろうってね、内心思ってたんだけど、その10歳を超えて、もう20歳も超えて、もう今年25ですから、すごい時間が過ぎるの早いなって最近めちゃくちゃ思います。それ身に染みて思うんだけど、20歳になったみんなもね、これから時間がどんどん早く感じると思うので、その時間を無駄にしないで、自分のしたいことだったり目標に向かって、突っ走ってほしいなと思いますね。はい。僕は成人式したことなくて、実は20歳の時も韓国で練習生をしてたんだけど、で、友達とかから今日成人式だよとか写真とかいっぱい送ってもらって、それで今日成人式なんだ、いいなとか思いながら練習してた記憶はありますね。あと韓国で、聞いた話によれば、韓国って日本の年で言えば19歳の時に成人を迎えるから、その日本みたいにその成人式っていう式はないんだって。例えば家族とかで20歳おめでとうだったり、友達とかで一緒にお酒飲んだりするんだって。いろいろ文化によって成人式の違いはあると思うんですけど、皆さん
新成人の皆さんはこれからも夢に向かって大きく羽ばたいてほしいなと思います。ここで一曲、曲をねお送りしたいと思います。リリーさんでエピソード0。インターF897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはリリーさんでエピソード0でした。続いては一人企画会議の第2弾。ラジオにもちょっとずつ慣れてきたということで、第2弾として浮かんだ企画を発表していこうと思います。もちろん第1弾で採用になった企画も今後登場すると思いますので、お楽しみにということで。ではその1、ゆうたのベターデイ。皆さんからいろいろお悩み相談をいただきますが、僕もねそのお悩みの解消に少しでも力になれたらということで、このコーナーにねしていこうと思います。まあ先週先々週もそうなんだけど、みんなの悩みとかを答えていって、まあ俺自身もすごいそういう悩み相談とか好きだし、やっぱり悩み相談をしていく中で自分にも釘を刺すというか、そういった意味でもすごいこのお悩み相談っていいなって思ってました。なのでねコーナーにしようかなと思います。もしお悩みがあれば僕宛てにメッセージを送ってほしいなと思います。はい、その2、歌詞募集。歌詞募集、俺ね歌を聴くときに一番最初に何を聴くかったら歌詞なのよね。最近だったらメロディーだったりこのテンポだったりっていうのを重視する曲が多いと思うんだけど、俺結構アナログ派だから、今も結構メロディーとかそのテンポとかよりは歌詞をねこう見て、その歌詞の意味に感動したりする時が多いわけよ。だからみんなにもみんなが気に入ってる歌詞だったりっていうのを俺に紹介してほしいなと思います。ちなみに俺が一番みんなに紹介したいというか自分の助けになった歌詞は清木場俊介さんの今っていう曲なんだけど、その曲の中でたった一度の過ちなんかで本当の自分を見失わないようにっていう歌詞のところがあるんだけど、あれは練習生時代の時かな、すっごいもううまくいかないことだらけでもう嫌だなって思った時にこの曲と出会って、でこの曲を聴いてすっごい元気もらったし、すごい、俺の心の支えになった曲ですね。だからみんなにもそういう曲があればぜひね紹介してほしいなと思います。一緒に共有しましょう。ということでですね、僕へのメッセージは Twitter またはメールを送ってほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。それではここで僕ら NCT127 のナンバーをお届けしようと思います。 NCT127 でエンジェル。インターF897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 でエンジェルでした。続いてのコーナーはゆうた The Power Play。 このパートはですね、毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表していこうというコーナーなんですけど、そうだな、今週はどうしようかな。今週は僕が最近何気なく聴いちゃってる曲トップ3ということで、じゃあ早速紹介していこうかなと思います。ナンバー3はチャーリー・プースで Cheating on You。 この曲はですね、本当に今日何聴こうかなとか友達と例えばお話ししたりするときに BGM として曲流すときあるじゃん。その時に今日どうしようかな、何流そうかなとか、友達によってはさロック苦手っていう人もいれば、いや R&B あんま聴かないなっていう人もいれば、人によって様々じゃん。でもそういう友達となんか
お酒を飲みながら曲を1曲かけたいなっていう時に流すのが、これはすごい当たり障りなくて、もう僕個人的にもめちゃくちゃ好きですし、おすすめですね。ナンバー2はですね、リリさんでハニーです。リリさん、僕すごい声が好きで、なんか今注目しているというか、結構もう経ってるんですけど、アルバムも全部聴いてますし、とにかく歌唱力が高い。で、その曲調もすごい今の洋楽と似てるし、そういった部分ですごい音楽の勉強になるなと思いながら聴いてますね。曲もすごいいいしね。ナンバー1。イリさん、言えない。イリさん最近もうすごい聴いてます。イリさんの曲は、もう、なんて言うんですかね。声もすごい好きですし、低音の声も好きですし、その中でも言えないっていう曲はすごい好きですね。ということでですね、この3曲の中から2曲をお届けしようと思います。じゃあ1曲目は、チャーリー・プースで Cheating on You。そして、イリさんで言えない。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。メッセージもたくさん届いてます。じゃメッセージを、早速なんですけど何個か紹介していきたいと思います。じゃあこれにしよう。ラジオネームあやさん。ゆうたくんこんばんは。こんばんは。今日も楽しんで聞いています。最近韓国はどのくらい寒いですか？私は東京の寒さでさえ辛いので、韓国の寒さが心配です。体調に気をつけて暖かく過ごしてください。というメッセージをいただきました。ありがとうございます。もうまずね、ファンのみんなっていつも俺のことまず第一に心配してくれてるじゃん。そのことについてはすっごい感謝してます。もう毎回ありがとうって言いたい。寒さですか？寒さはめちゃくちゃ寒いよ、本当に。マイナス10度とかは普通に行ったりすると思うんだけど、韓国は。韓国ね、何が一番辛いかって言ったら、もうその寒さ自体はそんなに寒いけど、耐えれる寒さなんだけど、風がね、もう、すごい痛いのも、寒いを通り越して痛いに変わってくるから。そこが一番辛いかな。でも、カイロとか、暖かく備えてれば全然大丈夫だし、僕も十分体調には気を使ってるので、そんなにね、心配しなくても大丈夫ですよ。ありがとね。というより、あやさんの方が心配だな。東京の寒さでさえ辛いのでって書いてあるからね。東京どうなの？寒いの？最近。でも東京ってあんまマイナスのイメージないけどね。マイナスになるイメージないんだけど、それでもね、この今、冬めちゃくちゃ寒いし、風には気をつけてね、十分暖かい格好で寝て、体調管理しっかりしてください。ということで次行きたいと思います。あれ、すいません、あやさんね、あやさんめちゃくちゃ質問してきてたわ。欲張りさんだな、あやさん。暖かく過ごしてくださいの次が質問か。すいません。ラーメンは何味派ですか？ラーメンに一つだけトッピングするなら、寒い冬を乗り切るおすすめの方法はありますか？一番寒がりなメンバー、暑がりなメンバーはいますか？冬の服装は暖かさ重視ですか？それともおしゃれは我慢派ですかって、簡単にじゃあ答えていこうかなと思います。ラーメンは何味派ですか？もう豚骨。ラーメンに一つだけトッピングするならネギ。寒い冬を乗り切るおすすめの方法はありますか？気合。一番寒がりなメンバー、暑がりなメンバーはいますか？寒がりのメンバーヘちゃん、暑がりなメンバー俺で、冬の服装は暖かさ重視ですか？それともおしゃれは我慢派ですか？最近はもう、昔はもうおしゃれ重視だったけど、最近は、暖かさ重視です。はい。ということで大丈夫ですか？じゃあ次に行こうかなと思います。タラちゃんさんから。じゃあタラちゃんさん、質問読みたいと思います。ゆうたくんこんばんは。毎週金曜日の夜、お帰りって言ってくれるのを楽しみにしています。ただいま。ゆうたくんに質問です。前に描いた絵を見せてもらいましたが、最近絵は描いていますか？
書くときは自分の部屋ですか、リビングですか、教えてください。最近はね、前よりかは書かなくなったけど、でも俺なんか絵描かなきゃって書くよりかは、絵描きたいなって思って書くんだよね、毎回。なんか例えば外の風景とか、あとなんかの映画見た時に、こういう感じの雰囲気でなんか描きたいなと思ったら書くし、で書くときはだいたいリビングですね。リビング。俺何かしながら片付けるのがすごい苦手で、例えば絵描いたらもう絵の具もそこら辺にもうバーってもう掘り投げてるし、で赤どこ行ったっけ、青どこ行ったっけとか結構あるのよ。そうだから絶対にリビングですね。しかも部屋だったら絵の具とかついちゃったらあれじゃん、定理兄さんに怒られそうだし、多分定理兄さん怒らないとは思うんだけど、リビングでね広々と書いてますね。はい。ラジオネームのんさん、ゆうたくんこんばんは。こんばんは。ゆうたくんのお帰りを楽しみに1週間頑張っています。いつも癒しをくれてありがとう。私は今大学生で2月から海外留学が決まっているのですが、この状況下の中で延期になりそうです。悲しいですが来年には行けることを願って。ゆうたくんに質問です。韓国に旅立つとき、日本から持っていったこだわりのものは何ですか？こだわりのものね、俺韓国に行くとき前も言ったと思うんだけど、父と母にも言ってなかったのよ。俺もう合格して俺韓国行くよって直前まで言わなかったのね。反対されたら嫌だから。だからこだわりのものとかを考える時間はあんまりなかったかな。今思ったら味の素は絶対持っていた方がいいよ。味の素と、あとどこ出身かにもよるんだけど、俺はね焼きそばソースとかお好み焼きソース絶対持っていった方がよかったなって思ってます。そういうことじゃないって、そういうこだわりじゃなくてこだわりね、留学どこに行くかは書いてないんだけど、真面目な話すると海外留学するっていうもう決意が決まったなら気持ちはしっかり持っていった方がいいよっていうことだね。2月から海外留学が決まっているんですが延期になりそうですっていうのもあるんだけど、この延期になった時間ね、もうちょっと自分自身でなんかステータスだったり上げる時期につながると思うから、この期間ね、しっかり無駄にせずに過ごしてほしいなと思います。頑張ってね、海外留学めちゃくちゃきついと思うけど絶対プラスになると思うから、ファイティン頑張れ、応援してます。ゆうたスマイルさん行こう。ゆうたスマイルさん、幸せすぎて放心状態です。ゆうたくん最高に幸せなひとときをありがとう。ただいまってこんなに嬉しくて素敵な言葉だったんだって改めて気づいたよ。毎週言える幸せずっと噛み締めたいです。最後に一言、やっぱりゆうたくんしか勝たんといただきました。ありがとうございます。俺もね、このラジオを始めてからすっごい思うのは、おかえりって言える幸せ、すごい感じてます。1週間に1回金曜日じゃん。でもその金曜日がすごい待ち遠しくなってるんだね、最近。特にラジオまだかなーって思ってる自分ってやっぱすごい、なんていうの、帰る場所があるっていいことだよね。最後に一言、ゆうたくんしか勝たんって言われたんだけど、俺もそうだよ。俺もファンのみんなしか勝たんよ、絶対に。毎回思ってるけどね、それは言う機会ってあんまりないからそんなに言わないんだけど、もう俺を応援してくれてる人はもうその倍ぐらい愛すっていう気持ちでやってるからこれからも応援よろしくお願いします。その他にもすごいたくさんの、メッセージ届いてました。また次の機会にそのメッセージを紹介していこうと思うので、どしどしメッセージを僕に届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、 ゆうた897@interfm.jp です。今週のラストナンバーは NCTU の Walk It にしようと思うんですけど、Walk It
俺ねすごいこの活動をしながら心機一転になった曲だなって思ってて、127で活動してる時とはまた違うバイブだったりケミストリーが生まれてすごい楽しかったなって思ってます。そんなね一曲をみんなに最後に紹介しようと思います。それでは NCTU で Walk It。 Yuta at Home。 お送りしたのは NCTU で Walk It でした。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。どうでしたか皆さん。もう俺は毎週このユータアットホームに愛着が湧いてます。これからももう1年2年ねどんどんやれたらいいなと思ってるんですけど、どうですかみんなもその第二の家になってたら、みんなにとって第二の家になっていてくれたら嬉しいなと思ってます。これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。そしてですね、2月17日発売ミニアルバムラブホリック、これね2月17日なんだけどちょっとずつなんだけど紹介していこうかなと思います。そしてですね、みんなももうこれも知ってると思うんだけどソロジャケット写真も出ましたね。テヨンかっこいいね。やっぱりドヨンも髪の毛濡れてセクシーな感じになってるし、ジャニーもまだ黒髪だったんだ。マークもピンクだしね、この白シャツを着てねこうちょっとガラス越しにガラスを通して写真を撮ったんだけど、このジャケットソロジャケットが一番俺が好きな写真の中の一つで、俺もめちゃくちゃいい感じに写ってて個人的には満足してます。みんなはどうですか。写真どうですか。かっこよく撮れてますかね。みんないい感じ。そしてですね、タブロイド版ジャケット& FC 版ジャケットもね、これは今日公開されたのかな。今日公開されただと思うんだけど、これもまたソロジャケットとは違うスーツを着てみんなで撮った、楽しく撮れましたね。これはこの FC 版ジャケットなんかはみんなでお菓子を食べながら楽しく撮った記憶がありますね。その他にもどんどんこれからねラブホリックの情報は僕が皆さんにちょっとずつ教えていこうかなと思うので、皆さんぜひ期待してほしいなと思います。もう時間だね。1時間経つのってめちゃくちゃ早いよね、特にこのラジオは。じゃあ来週に向けて皆さん頑張ってください。それでは来週もインターフェム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それでは皆さんいってらっしゃい。1週間頑張ってね。バイバイ。